前回と前々回の動画で、音が小さい、この動画の音が小さいっていうコメントいっぱいもらったんですよ。で、本当に聞きにくかった人、本当にごめんなさい。もちろんね、僕もこの動画、とか、ポッドキャスト収録した後に、チェックするんですよ。自分の持ってるいろんなデバイスでね、そのスマホから聞くとか、イヤホン使って聞くとかするんですけど、その時は問題なかったんですけど、でも結構ね、音が小さいと本当にいろんな人からコメントもらったんで、今回は、いつもより、高く、いつもより音量を大きくしてるんで、聞きやすくなってると思います。またね、何かあったら、問題があったらコメントしてほしいんですけど、今日は、そんなことじゃなくて、今日話したいのは、その最近、めっちゃヤンキーらしいヤンキーを見たっていう話ですね。ヤンキーってね、人によって結構定義が違うんで、難しいところなんですけど、僕にとってのヤンキーの定義は、まず、大人の中でヤンキーはいないと思ってるんですよ。僕の意見ではね。もう大人になるとみんな大人になって、その社会のことがもう分かってきますから、だんだんもうヤンキーじゃダメだなっていうことも分かって、来る人が多いと思うんですよ。逆に大人になると、その大人になってもヤンキーっぽいことをしてると、ちょっと変な人だなみたいに思われることがあるんで、僕の中のヤンキーの定義は、中学生とか、小学生でもヤンキーいると思いますけど、中学生、高校生もあんまりいない、ほとんど中学生ですね。で、社会が、社会に反抗したいとか、そういう理由かわからないですけど、日本の社会でね、結構、こうしなきゃいけないとか、見た目は、絶対に黒い髪の毛しなきゃいけないみたいな、そういう学校、今でも、今は少しずつ良くなってきてると思いますけど、僕の時代はそんなこともなかったし、今でも、髪の毛は黒しかダメって言っている学校を結構、ニュースとかで聞くんでね、そういう学校もあると思うから、見た目の制限とか、してもいいことの制限がこの社会の中にあって、で、その社会に反抗したいっていう気持ちで、髪の毛をね、金色に染めてみたり、金色だけじゃなくて、赤とか銀色に染める人もいると思いますけど、そういうことをしたり、中学生だけど、何ですかね、ピアスする、鼻にピアス、口にピアスする人もいると思いますけど、本当にもう社会に反抗したいとか、もう何も怖くない、無敵の時代ですよね。で、無敵なのは、大人になっても無敵な人っているんですけど、だんだんね、無敵だとあんまりうまくいかないなって分かってくると思うんで、もう30年、40年って生きてるとね、だんだんヤンキーは少なくなってくるんですけど、中学生、まだ10歳とか15歳ぐらいの時はね、何が良くて何が悪いかとか、何がかっこいいかとか、結構、まだわからない時なんで、ヤンキーになっちゃう人が多いんですよね。で、僕のヤンキーの典型的なイメージは、髪が、髪がちょっと派手な髪型とか、派手な髪色で、アクセサリー、別にアクセサリーはいいと思いますけど、なんかピアスがいろんなとこにあるとか、男の人でも女性でもね、女性だったら、何ですかね、ギャルっぽいメイクっていうんですかね、その学校ではメイク禁止ですけど、
ルールを無視して、すごいメイク、濃いメイクをしていくみたいな感じの人が僕にとってのヤンキーなんですね。で、最近は僕はヤンキーをなかなか見なくなってきたんですよ。っていうのを、そもそも社会的にルールを少しずつ、緩くしていこうとかそういうこともありますし、ネットとかでね、ヤンキーはかっこ悪いっていうイメージもいろいろ出てきますから、そのインターネット見てるとヤンキーが、撮った TikTok とかね、ヤンキーが撮った YouTube とかもいろいろ見えるんで、そのコメントにめっちゃかっこ悪いとかダサいっていうコメントがいろいろあるんで、ヤンキーがね少しずつ減ってきてるような感じだと思うんですよ。で、それから普通に僕ここ何年か日本にいなくって外国にいたんで、久しぶりに日本、今奈良に住んでるんですけど、奈良に帰ってきてめちゃくちゃヤンキーらしいヤンキーを見たんで、今日はそれについてのお話をしたいと思います。日本今夏なんですね。で、やっぱ夏といえば夏祭りで夏祭りってね、本当にヤンキーが多いんですよ。そのヤンキー、僕が言ってるヤンキーっていうのはその中学生で無敵な感じの、子供たちですね。で、そのヤンキーがめちゃくちゃ多くて、中学生でまだその運転免許、バイクとか車の免許を取れないんですけど、バイクに乗って祭りに来るとかね、そういう中学生もいるんですけど、とにかくヤンキーが多いんですよ、その祭りにね。僕の家の近くの祭りですかね。ちょっと言い忘れましたけど、そもそもヤンキーって都会にもいるんですよ。東京とか大阪にももちろんいるんですけど、でもそもそも都会って結構ルールが緩いとかね、学校のルールがあんまりないみたいな、見た目のルールがあんまりないみたいなところが多いんで、ヤンキーってあんまり特別な感じじゃないんですけど、田舎に行けば行くほどヤンキーらしいヤンキーが見られるんですよ。さっき話したみたいな特徴のヤンキーが見られて、で、奈良もねちょっと田舎なんでそういうヤンキーがいるんですね。で、最近祭りがこの家の近くであって、で、僕は家の近くで祭りがあるってことを知らなくて、で、知らなかったんですけど、僕たまたま薬局に行く用事があったんですね。薬局で薬と何か飲み物を買おうかなみたいな感じで薬局に行ったら、たまたま薬局の隣で祭りがあったんですよ。で、僕夜7時とか8時ぐらいに行ったんで、本当にもうピークの時間ですよね。めちゃくちゃ人多くて、でその人の中でもヤンキーがめちゃくちゃ多かったんですね。もう子供もうほんとに小さい体も小さくて、小さいんですけど、みんな金髪とか、みんな銀髪、銀色の髪の毛してるとか、そういう感じだ。外にねめちゃくちゃ人が多かったんですね、薬局に。で、もうめんどくさって思ったんですよ。だるーって思ったんですけど、薬買わなきゃいけないから、薬買うために薬局入らなきゃいけなかったんですけど、薬局に入ってからが本当にやばかったんですね。カオスでしたね。まず薬局に入ったら、僕その薬局よく行くんですけど、いつもめっちゃ人少ないんですよ。僕が行く時間帯が
平日の昼とか、ちょっと人が少なそうな時間に行くんで、だいたい主婦とかおじいちゃんおばあちゃんばっかりなんですけど、その日は、金曜日の夜8時、プラス、横で祭りがやってたんで、めっちゃくちゃもう、やばかったんですね。とりあえず人がめちゃくちゃ多いんですね。で、ヤンキーが多くて、で、そのヤンキーって大抵グループで行動するんですよね。一人のヤンキーっていないんですよ。だいたい今4人とか5人ぐらいのグループなんで、そのヤンキー、例えば4人グループのヤンキーが、30とか40組ぐらいいるんですよね。で、その30組が、その薬局の床の上に座って、で薬局の飲み物とか薬局の食べ物を食べてるんですよ。床に座ってるんですよね。なんで、本当に薬が欲しい人、僕みたいな人は、どこにも行けないちゃんと歩けないんですよ。そのヤンキーの間を頑張って通り抜けるみたいな感じで、カオスだったんですよね、その場所が。んで、別に僕は祭りやってるし仕方ないかなぐらいで思ってて、そんなにね、気にしてなかったんですけど、薬と飲み物を買って、早く帰ろうって思ってたら、薬局の店員さんがめっちゃ困ってる感じだったんですよ。薬局の店員さんが、やっぱりその他のヤンキーだけじゃなくて普通のお客さん、僕みたいなお客さんもその薬局に来ますから、そのヤンキーをね、注意して店の外に出さなきゃいけないんですよ。でも、そのヤンキーのグループがね、多すぎるから普通に大変ですし、なんか店員さんによっては、子供、中学生とか高校生ぐらいですけど、ヤンキーだからちょっと怖いっていう人もいるみたいなんですよね。で、店員さんが、1グループずつ、本当にすいませんけど、他のお客さんにも迷惑になるんで、ちょっと出て行ってもらえますかみたいなことを言ってるんですよ。で、まずそのヤンキーたちは、その店員さんを無視するんですよ。で、店員さんがまた困って、すいません、聞こえてますかって。で、申し訳ありませんけど、店の外に、他のお客さんの迷惑になるんで、その店の外に、ちょっと、出て行ってもらってもいいですかって、めっちゃ丁寧な感じで言ってたら、突然そのヤンキーが、座ってたんですけど、そのヤンキーが立ち上がって、店員さんに、何でしたっけ、なんか調子乗んなよこらみたいなこと言ってるんですよ。調子乗んなよとか、何ですかね、お前に関係ないやろみたいなことを言ってるんですね。で、それ見て、やばいなーって思ってて、やばいっていうか、その店員さんが大変だなっていうことをね、心配しながら、見てたんですよ。んで、それはそのシチュエーションはなんていう、終わったんですけど、そのシチュエーションは結局、店員さんがもう負けちゃったみたいなんですよね。なんかお前に関係ないやろって言われて、店員さんがすいませんわかりましたって言って、他の場所に行くみたいな感じだったんですよ。で、僕は、そのヤンキーの間をね、通りながら、自分の欲しい薬取って、で、またヤンキーの間を通り抜けながら、自分の欲しいジュースとか飲み物買って、で、レジに行ったんですよ。で、レジに行ったら、もうめちゃくちゃ長い列があったんですね。ヤンキーの列、もうみんな金髪、僕、金髪みたいな感じで、並んでたんですよ。で、ヤンキー、
その薬局にいたヤンキーはね、ほとんど中学生とか高校生、大人の人も大人のヤンキーもいたんですけど、ほとんど子供たちで、で、子供たちなんで、買うものがね、一つだけとかなんですよ。小さいガムとか小さいお菓子一つだけ買うとか、ファンタグレープを一本だけ買うっていうヤンキーが、めちゃくちゃ多いんですよね。なんで、時間がかかるんですよ。店員さんも一人ずつ、小さいガムを、ピッてして、スキャンして、で、何ですかね、30円ですって言って、で、30円もらって、で、レシート渡してみたいな。それをね、何人もたくさんしなきゃいけないんで大変そうだったんですけど、で、そのままその列が進んでいって、で、僕の前の人もヤンキーだったんですね。めっちゃ小さかったんですけど、多分小学生だったんじゃないですかね。本当に小さくて、その店員さんが、また、ジュースか何か、一つだけ買い物してたんで、その商品を、ピッてして、スキャンして、で、100円です。120円です、みたいなこと言ってたんですよ。で、その小学生が多分150円か200円を出したんですよね。で、お釣りがあって、で、こちらお釣りですって言って、店員さんがお釣り渡して、で、その後にそのレシートこちらですって、ヤンキーに渡したんですよ。で、そのヤンキーが突然なんか怒り出して、なんかレシートなんかいらんわって言い出して、なんで、僕ほんとびっくりしたんですよ。なんで怒ってるんかなっていうのが最初に思ったんですけど、そうですね、急にレシートなんかいらんわボケみたいなことを店員さんに言ってたんですね。んで、僕その時注意しようかなと思ったんですけど、その後でね、僕、その薬局に行った後でちょっと仕事があったんですよ。で、時間がね、ちょっとなかったんで、これ、なんか何か言ったら、何か注意したら、また、ヤンキーがね、僕と話し合いになって、ちょっと長くなりそうだなと思ったんで、とりあえずそこは一旦、何も言わなかったんですね。で、その後、そのヤンキーが帰って、で、僕がね、レジに行ったんで、そのレジの人に、大変ですねって、言ったんですよ。大変ですね。なんか、ちょっと今日大変そうですけど、頑張ってくださいね、みたいな感じで言ったら、もう本当に店員さん疲れてるような顔だったんですけど、それでも、笑顔でね、本当にありがとうございます、みたいな感じで対応をしてくれたんで、本当に、大変な仕事ですよね。もちろん普通の日だったら大丈夫だとは思うんですけど、そのヤンキーってね、本当に、社会に反抗したいっていう気持ちが、強いと思うんで、とにかくその社会に迷惑をかけるとかね、そういうことを全然考えなくて、ただ自分たちがしたいから何かするって感じなんで、もう注意したとしても、自分たちが正しいってね、ヤンキーが思ってるんで、あんまり意味がないんですよね。それが一番厄介なところですね。僕が学生の時も行ったんですけど、そのヤンキーの友達もねいたんですよ。でも僕のヤンキーの友達は店員さんと喧嘩するとか店員さんにタメ口使うみたいなことはなかったんで、その久しぶりにねヤンキーらしいヤンキー見たなって感じですね。他の僕が学生の時、中学生の時とか自分の学校だけじゃなくて、
他の学校のヤンキーとも結構関係があったんですよ。その他の学校が終わったら、その同じ町の他の学校に行って、その学校のヤンキーと何か遊ぶみたいな、そういうこともよくあって、でそこの違う学校のヤンキーはそういうタイプだったんですよね。店員さんにタメ口使うとか、もう誰に迷惑をかけるとか気にしないみたいな、そういう人が多くて、で多分中学生の僕はなんか中学生の時は僕もそれがかっこいいと思ってたんですかね。店員さんにタメ口使うとかかっこいいと思ってたか覚えてないですけど、でもね、今考えるとね、その大変そう、その迷惑をかけられた側は大変そうだし、ヤンキーってね、無敵だなって思いますね。結局何が話したかったのかわからないんですけど、最近ヤンキーらしいヤンキーを見たっていうお話でした。皆さんの近くでこういうヤンキーみたいな人いますかね。もし何かそういう人いたら教えてほしいですね。そう日本みたいな感じ、奈良みたいな感じなのかっていうのも気になりますし、どういう犯行の仕方、どういう迷惑のかけ方みたいなことも気になりますから、また何かあったらコメントしてください。それから今回の動画音声、その音量大丈夫でしたかね。また何かあったら教えてください。そんな感じで今日は、ヤンキーらしいヤンキーを見たっていうことについてお話しさせていただきました。それでは今日もここまで見てくれてありがとうございました。バイバイ。